はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は北海道東川町にありますスキーコースについてです。皆さん、旭岳行ったことありますか？大雪山旭岳は標高2291メートルの北海道最高峰の山です。日本で一番早く紅葉や初雪を観測することでも有名です。12月から5月のゴールデンウィーク頃まではスキーコースが整備され、日本一の雪質を求めて世界中からスキーやスノーボーダーが集まります。そんな日本でナンバーワンの極上のパウダースノーを楽しめるスキーコースがある大雪山旭岳を紹介したいと思います。最後までご視聴いただければ幸いです。はい、北海道東川町の旭岳温泉街付近から動画をスタートしたいと思います。この辺りから正面に天候が良ければ北海道最高峰大雪山旭岳の頂上まで見ることができます。この辺りは旭岳温泉と言われていまして、宿泊できる施設が数軒あります。旭岳温泉は大雪山国立公園の中にあるため、建物の景観への配慮や高さ制限などがあります。動画の最後に旭岳温泉の立ち寄り湯の紹介をしますので、ぜひ温泉にも入ってほしいです。大雪山旭岳は旭川駅から約45キロ、車で約60分です。また旭川空港から約37キロ、車で約50分です。撮影した日は快晴でしたので運転しやすかったですが、大雪の日などは 4WD でない車の場合は坂を登れない可能性もあると思います。公共交通機関では JR 旭川駅発途中旭川空港を経由し旭岳に向かう路線バスが出ています。右上に時刻表を載せております。 JR 旭川駅では9番乗り場のバス停、旭川空港のバス停などから乗車し、終点の旭岳のバス停で行くことができます。所要時間と料金は旭岳行きの場合 JR 旭川駅から約100分で料金は1450円、旭川空港からは約60分で料金は1020円です。車がなくても行くことができるのは良いと思いました。右手に旭岳ビジターセンターが見えてきましたら、旭岳ロープウェイはもうすぐです。綺麗な雪景色を見ながら運転していたら、あっという間に大雪山旭岳に到着しました。旭岳ロープウェイ36駅1階の様子です。売店とコインロッカー、トイレ、自動販売機がありました。こちらの売店ではさまざまな軽食に加え、旭岳オリジナル T シャツやステッカー、旭岳ビールなどを買うことができます。旭岳ロープウェイ36駅2階には喫煙室やリフト券売り場、奥にレストランがありました。リフト券は大人1日券5200円、4時間券4200円、6回券6300円などがありました。これらのリフト券は右に記載しておりますが、ロープウェイの上りのみで、かつ時間変更や払い戻しはできませんので注意です。私は4時間券を買うことが多いです。40分に1回ロープウェイに乗ると最大7回乗ることができます。リフト券の支払いは現金に加えクレジットカードを利用することができますが、 JCB カードは利用することができません。またこちらではスキーやスノーボードのレンタルは行っておりませんので注意です。旭岳ではコース外を滑る方が多いため、毎年のように遭難している方がいます。コース外を滑走される方はこちらに記載があります携帯の予備バッテリーやビーコンなどを準備した方が良いと思います。もし遭難した場合は110番に連絡をしてください。はい、これからロープウェイに乗り込みたいと思います。撮影した日は2022年1月でしたが、コロナの影響で外国人が来れないためめちゃくちゃ空いていました。この動画は2022年1月に天気が良い日や雪の日などの映像を組み合わせて動画を作成しております。標高1100メートルの
旭岳ロープウェイ山麓駅を出発すると、奥に旭岳温泉のホテルベアモンテやラビスタ大雪山などが綺麗に見えました。晴れていましたので、雪がたくさんついた木の奥に大雪連峰の山々が綺麗に見えました。よく見るとスノーボーダーが映っているかと思いますが、あの場所は後で紹介します C コースと B コースの分岐点あたりだと思います。だんだん木が少なくなっているのが見えるかと思いますが、この大雪山旭岳ロープウェイは日本国内で唯一森林限界の上を走ります。標高 1400m 付近を過ぎると背の高い木がなくなっていきます。乗車時間10分ぐらいで標高 1600m の旭岳ロープウェイ姿見駅に到着しました。ロープウェイを降りて旭岳ロープウェイ姿見駅の中に入っていきました。ここで入山届を書く場所がありますので、登山をする方などは入山届に記載してください。階段を上った正面にある部屋の中はこの後紹介します。ここを曲がると外に出れます。姿見駅の中の様子です。自動販売機や休憩スペース奥にコインロッカーやトイレがありました。ここで旭岳のコースについて紹介したいと思います。コースは全部で A から D までの4コースあります。コースの部分には圧雪されていますが、ほとんどのエリアは圧雪されていないコース外になります。ここに来る大部分のスキーやスノーボーダーはコース外を滑っていると思います。標高はトップが 1600m、ボトムが 1100m で標高差は 500m です。最大斜度は30度で最長滑走距離は約 4000m です。B コースからは C コースと D コースに連絡していますが、 A コースからは C コースにしか行くことができません。パウダーエリアを一番楽しめるのは A コースだと思います。姿見駅を背にして右に向かうと A コース、反対に左に向かうと B コースです。最初に紹介するコースは B コース、全長 1000m です。このコースは最大斜度23度の上級コースです。棒が立っているのが見えるかと思いますが、こちらがコースで、この部分は圧雪されています。それ以外のエリアは全て未圧雪です。今映っているスノーボーダーも YouTube の撮影ですかね。この方はインスタを持って撮影していました。コースサイドでも結構パウダーがありますので、滑りに自信がない方はコースサイドで気軽に新雪を楽しんでほしいと思います。この辺りから急激な下り斜面になります。その後上りになりますので、スノーボードの場合は一旦板を外さなければならないと思います。今度は同じ B コースからですが、コースの左側にある新雪エリアを滑りました。めちゃくちゃ広くてふかふかの雪を楽しく滑れるかと思いますが、岩があったりしますので気をつけながら滑ってほしいと思います。この映像よりももっと左から降りていければ上り坂をかわして行くこともできるようです。なかなかパウダーボードを使う機会がないですが、旭岳に行くことが多いならパウダーボードが大活躍すると思います。この B コースは急激な下り坂までが楽しいと思います。上り坂でエンディングをつけた後は
緩斜面ですので直角行になると思います。ここで左に行くと C コース、まっすぐ進むと D コースです。 D コース全長 1800m は最大斜度28度の上級コースです。 D コースは C コースに比べ急斜面が多いですがコース幅は狭いです。ただスピードが出せますので C コースよりも個人的にはこちらのコースの方が好きです。私はこのコースのコース外のルートをほとんど知らなかったのでほぼ圧接したコースを滑りましたが、ツアーガイドなどにルートを教えてもらって滑れれば新雪を楽しめるかと思います。ロープウェイのケーブルが見えてくると山麓駅はもうすぐです。この辺りは結構コース幅が狭く、もしサイドに落下したら沢がありますので注意して滑ってほしいです。最終的には C コースと同じ場所に出てきます。ここで旭岳ロープウェイ山麓駅にありますレストラン姿見食堂を紹介します。こちらのレストランはテーブル席になっていまして席数も多かったです。こちらの人気メニューはピリ辛煮込みホルモンラーメン税込み1250円だそうです。ここでは食事メニューに追加料金200円でコーヒーをセットにできます。また売店でも販売していました旭岳ビール420円も飲むことができます。これから紹介するコースは A コース全長 1400m です。このコースは最大斜度30度の上級コースです。旭岳ロープウェイ姿見駅から滑れるところまで結構歩いていかなければならないです。こちらは天候が悪い時にほぼ同じ場所から撮影していますが、このような場合はほとんど視界がありません。私は旭岳山頂を見ながら滑っていきました。スノーボードの板が雪の中に埋もれても雪が軽いので滑りやすいのが伝わってくるんじゃないかなと思います。このように視界が開けている日に滑ることができれば遭難する可能性は低く気持ちよく滑れるかと思います。この辺りは結構急斜面でスピードが出ますがかなり広いバーンですね。しばらく滑っていくと滑った跡が見えるかと思いますが、この辺りが本来の A コースの辺りです。これが見えれば安心できると思います。こちらは別の日に撮影した A コースの映像です。このくらい視界が悪いと滑っていて先が見えないことがあるかと思います。ほとんど同じように見えますのでどの辺りを滑っているかわからなくなることもあります。特に新雪で転んだりして雪に埋まったりすると大変だと思います。そのような場合に備えてスノーシューを用意しておいた方が良いと思いました。コースの知らない方は視界が悪い時にあまりコース外を滑らない方が良いかと思います。滑っている人を見かけたり誰かが滑った跡があると少し安心するんですよね。この辺りまで来れば C コースと連絡できます。
これから紹介します C コース全長 2500m は最大斜度が20度の中級コースです。この映像では A コースから C コースに合流していますので、厳密には C コースの途中から紹介しています。B コースから C コースに行った場合は全長 2500m のコースを楽しめるかと思います。雪質によっては途中で止まってしまうこともあるかと思います。 C コースはずっと緩斜面のためあまりスピードが出ません。個人的には A コースや B コースだけを滑れるリフトがあると最高だなと思うことがあります。ただこのコースは林間コースになっていますので、景色を見ながら気持ちよく滑れると思います。また何箇所かギャップになっていますので、そこで地形遊びもできるかと思います。最終的には D コースと同じ場所に出てきます。スキーやスノーボードを楽しんだ後はぜひ旭岳温泉の日帰り入浴をしてほしいと思います。旭岳温泉には日帰り入浴ができるホテルが何か所かありますが、私がおすすめするのは以前 YouTube 動画で紹介しました湯本横満荘です。横満荘は5つの源泉がありますので、さまざまな温泉に入浴することができます。2022年1月現在では別館の温泉は利用できませんが、工事が終わればそちらの温泉も利用できると思います。本館は入浴料金大人1500円で有料でタオルもレンタルできます。こちらには露天風呂もありますので、こちらでスキーやスノボで冷えた体を癒してほしいと思います。これで今回の動画は以上になります。今回紹介しました北海道東川町にあります大雪山旭岳は、北海道最高峰標高 2291m の大雪山旭岳を冬季限定で楽しむことができるスキーコースです。日本でナンバーワンの水分がほとんどないドライパウダースノーを広大なエリアで滑り倒すことができます。他のエリアではパウダースノーをなかなか楽しむことができない4月後半でもパウダースノーを楽しむことができるんです。旭川駅や旭川空港からのアクセスも良いので、首都圏などからもアクセスしやすいかと思います。旭岳の軽い雪を経験してしまうと他では滑りたくないと思うほど素晴らしい雪ですので、ぜひ一度旭岳に滑りに来てほしいと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。旭岳いらっしゃい。